I was birthed in the mountains under the sun. Something's changed, you can't see my face in the crowd no more. Something's... 皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回はデスク周りの模様替えの様子をお届けします。これは出産前にどうしてもやりたかったことの一つです。外出があまりできないので、家にあるものだけで気分を変えます。まずは収納ボックスを適当に配置します。動線を考えながらどの場所に置くのが最適かいろいろ考えたんですが、イメージするのがなかなか難しかったです。使っている家具や収納ボックスは IKEA とか無印良品のものがほとんど、一部ニトリのものもあります。シンプルなものってやっぱり使いやすいですよね。文房具もごちゃついてきたので、整理整頓を同時にしたかったんですが、ちょっと疲れそうなのでやめました。お気に入りのもので囲まれたデスクを目指してオリジナルノートをいくつか持ってきました。この辺にオリジナルノートを可愛くディスプレイ。この配置で数日間過ごしていますが、今のところとってもいい感じ。毎日使うノート類はパッと手に取りやすい位置にしました。この辺にポンと置いてみて。でもここは見直しが必要かもしれません。デスク周りのこのクリアな収納ケースたちは夜に光をつけることが多いんですけど、間接照明をつけるととっても綺麗です。文房具がキラキラ輝いて見えます。こちらは今のところ何でもボックス。今はステッカーとかメモ帳の仮置き場になっています。最近よく使うものは特にこのボックスに仮置きしがちです。なるべくすっきり見えるように工夫が必要な場所、この足元の部分には中身の見えない白いケースを使います。同じものがなくて全部違うケースだけど、まあいいでしょう。用途ごとに定位置を決めました。学校関係の書類もここにまとめます。小物の配置って手帳デコに似ている気がするのは私だけでしょうか。なかなか位置が決まらず、いろいろと悩んでしまいました。この場所は赤ちゃんが生まれて落ち着いてきたら、植物とか花とかを飾って雰囲気を変えていきたいなと思っています。出産まであと1ヶ月になりました。こちらは授乳にも使えるミッフィーちゃんライト。
私のお気に入りスペースが8割くらいできてきました。よく使う文房具は IKEA のワゴンに収納します。移動ができるワゴンはとっても使い勝手が良くて、ここはリビングなので子供たちと共有で使うことも多いです。今は100円ショップのケースにざっくり収納していますが、それぞれが独立したケースなのでペンが取りやすくて管理がしやすいですよ。だいたいブランドごとに分けていますね。このように自由に移動ができます。こちらも移動できるタイプのワゴンです。これはニトリでキッチン用で販売されていましたが、私はデスクで使います。上がティッシュで、下がウェットティッシュを収納して、このワゴンは主にラップトップの定位置になる予定です。机を広く使いたいとき、手帳を書いたり作業をするときにとっても便利だし、見た目もすっきり。磁石とかキャスターを活用して移動できるデスク周りを作っています。あとは壁にデコレーションすれば模様替えは完成です。可愛いポストカードもいろいろと集めたいなと思っています。皆さんもしおすすめがあったら教えてください。配置を変えるだけで気分がガラッと変わりました。生活しながらもっと使いやすさを追求したいと思います。見て楽しい、使って楽しいデスク周り。以前よりも動線が良くなってリラックスできる空間になりました。文房具もケースの汚れとかがなくなって喜んでいるみたい。毎日使ったら定位置に戻す。デスクが広くて使いやすいです。今回の模様替えは成功。7月のできたことリストにしっかりと追加して、今日はやりたかったことができて充実感で満たされた一日となりました。最後までご覧いただきありがとうございました。